こんにちは。今回はパルワールドのワールド設定についてです。ワールド設定はとりあえずノーマルで、という人が結構いるんじゃないでしょうか。ですがこのゲーム、かなりワールド設定でゲームのプレイ感が変わってきます。ソロでもしくはフレンドと遊ぶ上で、本当にノーマルから設定を変更しなくてよいのか、どうしようか悩む人も多いと思います。そこで今回の動画では、ワールド設定の項目を詳しく見ていきます。実はワールド設定、ゲーム開始時だけではなく、いつでも変更可能なんです。そのため、ゲームを進めている人も今から開始する人も、ワールド設定の項目、改めて一緒に見ていきましょう。まず最初に設定項目を一つずつ見ていく前に、ノーマル、カジュアル、ハードの違いを簡単に解説します。ノーマルではサバイバルゲームの経験がある人向けと説明されています。標準となるゲームバランスです。死亡時に装備と素材アイテムをその場にドロップします。初めてパルワールドをプレイする人はノーマルがおすすめです。程よい緊張感で、実際に拠点レベルマックスまでプレイしてみても、ゲームバランスがちょうどよく、ソロでも非常に楽しめました。各項目ではわかりやすく数値が1に設定されていますね。具体的なところとしては、ワールド内のドロップアイテム最大数、ノーマルでは3000が最大です。巨大卵孵化にかかる時間が2時間。デスペナルティが全アイテムドロップ。ギルドの最大人数が20人。拠点の作業パル最大数が15となっています。これらの数値が1ではないノーマルの標準数値ですね。次にカジュアルをノーマルと比較してみていきます。説明でもゲーム慣れしていない人向けのスローライフな難易度と説明されています。入手経験治療、捕獲確率、資材収集速度、卵孵化速度が上昇します。戦闘が簡単になります。死亡時のペナルティがありません。と説明されてます。実際にノーマルと比較すると、入手経験値倍率が 1.3 倍、捕獲確率が2倍、プレイヤーの与えるダメージ倍率が 1.5 倍、プレイヤーの受けるダメージ倍率が 0.7 倍、最終アイテムの入手量倍率が2倍、ドロップアイテム量倍率が2倍、巨大卵孵化にかかる時間が0時間、デスペナルティで何もドロップしない。これらの項目が難易度の変更で変わるものです。襲撃イベントは難易度に関わらずオンの設定のようです。ハードも同様の項目が変化します。経験値入手倍率と捕獲確率が 0.8 倍。プレイヤー与ダメージ 0.5 倍、被ダメージ4倍。最終アイテム入手量とドロップアイテム量が 0.5 倍。巨大卵孵化にかかる時間が4時間。デスペナルティ、全アイテムと手持ちパルをドロップ。といったようにノーマル、カジュアル、ハードで難易度を変えると同じ項目が変化するような設定になっています。ここまでがワールド設定についての簡単な説明でした。ここからは詳しく設定項目ごとに見ていきます。また設定項目の変更の仕方や注意点等についても説明します。まずパルワールドの1日の時間は標準で32分です。録画を見返して確認しましたが、昼が26分40秒、夜が5分20秒です。こちらの設定は 0.1 から5で変更できます。夜だけ出現するパルもいるため、夜をなくす等の設定はしない方が良いです。何かしらの意図がない限り変更しなくても良いと思います。経験値の入手倍率は 0.1 から20で変更できます。以降このようなゲームバランスに大きく関わる倍率についてですが、この倍率が結構重要で、一気に進めたい人は特定の倍率を最大にすれば良いのですが、当たり前ですが、そうするとゲームを楽しめる時間も減ってしまいますね。ゲームのできる時間が極端に少ない人や、周回プレイを前提とした、とりあえず爆速で1周目の攻略がしたい人、そういった人は経験値の倍率等を最大にすると良さそうです。倍率や難易度を簡単にしてゲームを進めてしまうと、一気にゲーム熱が冷めて、飽きてしまうような人もいるので注意です。最初は標準の倍率で進めてゲームに慣れ、もし作業感が気になり始めたら、各種倍率をいじってみるのが良さそうです。経験値の入手倍率が20倍だとプレイヤーのレベルやパルの育成等、ゲームのプレイ感が全く変わってしまいますからね。注意です。
月に捕獲確率の倍率は 0.5 から2で変更できます。倍率の値が小さく見えますが確率なのでかなり大きい数値です。パルを捕まえる際の労力やパルスフィアの必要数が変わりますね。パル出現数倍率は 0.5 から3です。倍率を大きくするとパルが群れで行動しているようになります。ゲームパフォーマンスに影響を及ぼすようなので注意です。マルチプレイやソロで物足りなくなった際に上げると良いです。数値は実際に歩いている数の倍率そのもので、最大時の3倍の時は1体で歩いているはずのパルが、3体で歩いているようになります。2体なら3倍の6体、3体なら3倍の9体、といったような風に、群れになります。月にパルの余ダメージと非ダメージの倍率は 0.1 から5です。この項目も言葉通りの意味で、パルについてのダメージ倍率を変更できます。この項目の設定を変える上で気になる点があったので見ていきます。まずこの項目のパルとは、プレイヤー側のパルも含まれるか、という点です。結論から言うと、これはプレイヤー側の味方パルも同様に一括りで含まれます。そのため、素材集めや経験値稼ぎ等で、パルを狩る時などの味方のパルについてのダメージにも影響を及ぼします。特に慣れてくると起乗してパルの技を使用すると思いますが、その時の与えるダメージも変わってきます。後に説明するプレイヤーのダメージ倍率とは独立していますので、重火器などを大量に使用できるようになるまでは、安易にゲームを簡単にする目的で、パルについてのダメージ倍率を変更すると、逆にパル同士の戦いが長引いてしまう等の問題が生じます。こういったこともあって、個人的に調整が非常に難しい項目だと思います。結局のところパルのダメージ倍率は、パルの脅威度をそのまま表していると考えれば良さそうです。余談ではありますが、密漁弾などのパルではない人間のダメージについては、このパルの与えるダメージ倍率やプレイヤーの与えるダメージ倍率、これらを変更してもプレイヤーに対するダメージは変わらないようでした。ちなみにトーボスについてゾーイとエレパンダのダメージで見てみました。パルの与えるダメージ倍率に該当するようです。ライトしてますから当然かもしれません。月にパルの満腹と減少倍率、スタミナ減少倍率、HP 自然回復倍率、睡眠時 HP 回復倍率、これらは 0.1 から5です。満腹度やスタミナ、HP 自然回復などサバイバルゲームによくある項目ですね。どれくらいサバイバルの難易度を上げるかで調節する必要がありそうです。月にプレイヤーの余ダメージと非ダメージの倍率は 0.1 から5です。難易度を簡単にしたい場合はこの項目が最も影響します。プレイヤーの与えるダメージ倍率を上げ、プレイヤーの受けるダメージ倍率を下げることでゲームの難易度が低下します。極端な倍率の変更は純粋にゲームを楽しめなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。プレイヤーの満腹と減少倍率、スタミナ減少倍率、HP 自然回復倍率、睡眠時 HP 回復倍率、これらはパル同様、0.1 から5です。主にサバイバルの難易度を調整する設定項目です。スタミナや HP 自然回復は戦闘にも直結します。月に建築物に対するダメージ倍率は 0.5 から3です。プレイヤーが建築したものに対するダメージを変更できます。自分が建築したものは建築メニュー下の C キーから解体できるため、基本的には襲撃イベント等の敵のパルからの建築物に対するダメージです。建築物の劣化速度倍率は0から10です。建築物はパルボックス領域外では時間により劣化します。劣化速度倍率を0にした場合、外での建築物も劣化しなくなります。倍率0の時、外で建築物を放置しているようなことが重なると、建築物が残ってしまうので、何かしら問題が起きそうな気もします。ワールド内のドロップアイテム最大数は0から5000です。ソロでプレイしている分には気になりませんが、大人数でマルチプレイをする場合は最大数をデフォルトの3000から増やした方が良いかもしれませんね。最終アイテムの入手量倍率、
最終オブジェクトの HP 倍率、最終オブジェクトのリスポーン間隔、これらは 0.5 から3です。入手量倍率は最大の3で、実際に入手できる量が3倍になります。最終オブジェクトの HP 倍率は数値を上げても、採取できるアイテムの総量は変わりません。そのため最終オブジェクトの HP 倍率は数値を小さくすると、比較的に採取効率が良くなります。ドロップアイテム量の倍率は 0.5 から3です。こちらはパルトーからの直接ドロップするアイテムについてです。言葉通り3倍だとドロップアイテム量が通常の3倍になります。巨大卵孵化にかかる時間は0から240時間です。0にすると巨大卵を孵化させる装置に置いた瞬間、孵化が完了します。つまり待機時間がなくなります。襲撃イベントの発生オン、オフの2択です。初期状態の設定ではオンになっています。難易度のノーマル、カジュアル、ハードの変更ではオン、オフの状態が変わりません。デスペナルティは何もドロップしない。装備品以外のアイテムをドロット、全アイテムをドロット、全アイテムと手持ちアイテムをドロットの4択です。ギルドの最大人数は1から100です。大人数でマルチプレイをするサーバーを立てる人以外は特に変更しなくて良いです。拠点の作業パル最大数は1から20です。拠点レベルを最大まで上げた際の数値がこちらの設定項目です。初期設定では最大数が15になっています。拠点をより快適にしたい場合は20推奨です。一つ注意点があって、最大人数の数値を既存の設定から下げると、拠点のパルがパルボックスの空中に、パルスフィアの状態で放り出されます。難易度のノーマル、カジュアル、ハードの設定を変更すると、自動的に最大数が15に変更されるため、難易度をよく調整する人は特に注意が必要です。以上が今回の動画内容でした。新しくパルワールドを始める人や、途中で設定を変更したいと思っていた人、今回の動画が少しでも参考になれば幸いです。いつも高評価、フォロー、コメント、動画投稿の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。